はい、怖い。怖くない。はい。はい、すみませんでした。はい。黄色いですね。はい。どうします今日。そうですね。一応最初これやった時は赤ピンク紫みたいな感じのカラー入れていただいたんですけど、もうちょっと落ちちゃって、たまに一応ピンクシャンプーとか使ったりはしてたんですけど、やっぱちょっともうギラギラしてきちゃってて、ちょっとまた色入れるのか。色入れましょうかね。まあちょっとどうしたらいいのかなと思って。今後どうしていきたいとかあります？特にあんまりないんですけど、もともとテンパーなので、ちょっとジリジリしてますね。そうなんですよ。伸びたところがやっぱりその白髪もすごく年齢的に増えてきてしまったので、栄養っていうか一緒にやるとやっぱりこう痛みがすごいので、足雲矯正とか。そうですね。一応ずらしていつもやってるんですけど、同時でいけますよ。そうね。いきますよ。なんかちょっとそうノンアルカリっていう仕組み矯正使えばいけるんで、もう全然多分そんな難しくないと思います。どうしようかな。なんかカットとか。カットもちょっと知っていただきたくて、基本的にはなんかちょっとこの辺とかいつも巻いたりはしてるんですよ。少し流したりとか。人気のレイヤーみたいな。なんかそういうのもちょっと気になったり。レイヤー入れましょう。なんかここボテッとします。そうですね。ちょっと重いからここでこういう感じでレイヤー入って少しひし形っぽくなって、でトップのこの癖がなくなって白髪も染まれば、もうクオリティアップです。そうですね。こういう感じとか。ちょっとどうしてもここがなんか自分で切って富士みたい。違うんですよ。なんか癖がすごくやっぱりこの生え際が強くて、でここいつもちょっと切っちゃったりするんですよ。なるほど。癖があって、自分でこう切っちゃったりとかする癖があって。いやめっちゃ短い。ちょっと短いのが。めっちゃ短いじゃないですか。ちょっと隠して生きてるんですけど。隠して生きてる。矯正はするからちょっと伸びるけど。前髪も作りたいけど結局その癖が出ちゃうので長く切っといた方がいいのかなとは思ってるんですけど。ただ今ちょっと長いかな。なんかこんぐらいでやってった方がかっこいいかなと思います。なんかここがちょっとこう隠れる感じ。やりましょう。OK。襟足の方はそんな癖は気にならないですかね。痛みの方がやっぱり気になるかなって感じ。そうですね。ちょっとざらついてますしね。OK です。まあ色はブリーチはかませないで、色入れる感じでいきましょうかね。でもってちょっとベージュの綺麗な感じでいこうかなっていう感じでお任せいたします。長さもちょっとレイヤー入れるんで少し切ってって感じですかね。OK。根本的な悩みはでもそんな少ないです。そうですね。ここがダブルでちょっと白髪とうねりのダブルがっていうのと、シャンプーとコンディショナー使わせていただいてるので、ありがとうございます。ミストも3点セット。ありがとうございます。なのですごく調子はいいと思っていて、使い始めてから。ありがとうございます。別に宣伝とかではないんですけど。言うと宣伝っぽくなる。OK。ですね。手触り全然いいですもんね。結構。いい感じです。じゃあ、クオリティ高く、ヘアスタイル。よろしくお願いします。行きましょう。じゃあ、そんな感じで後ろお願いします。こんな感じで。小さいうねりのある癖で、宿毛矯正がかかってて、内側、インナーカラーが入ってます。ちょっとざらついてるんで、ここも手触りよくしながら、この表面というか根元の白髪とうねりがダブルで悩みだっていうんで、そこをしっかりやっていきたいかなと思います。行きましょう。はい。はい。じゃあ今日はハイライトと、あとインナーカラーがありつつの宿毛矯正っていうことなんで、ちょっとダメージレベルに差があるんで、最初にプレシャンでプレボージョンですね。プレボージョンします。なんで、シャンプーして、ネオメテオのアルカリの方のクリームですね。ネオメテオクリーム 10.5 でチェンジリンスして上げてきてもらいます。そうすることによって pH を高くすることによって、素水部がボージョンするのと、で、新水部が新水部で揃ってくるんで、そこを狙ってやって、で、ハーフドライしてから薬液をつけることによって、優しい薬でもしっかりスパスパ伸びる。そういうのを狙ってやっていきたいかなと思うんで、このプレシャンでアルカリボージョンさせるっていう手も、なかなかいろんなダメージレベルが差がある人にとってはおすすめです。じゃあやっていきましょう。はい。ということで、アルカリクリームでボージョンさせてきてもらいました。だから少し柔らかくなってます。全体的に柔らかくなってるんで、薬剤の浸透も早くなるし、還元のスピードも速くなる。イコール、強い薬を使わないでも、しっかりと背を伸ばすことができるんで、ハイライト毛とかには特におすすめです。時間は少しかかっちゃうんで、生産性重視のサロンさんとかだったらもうドライで塗り
始めちゃってもありです。ドライで塗る前に、イオンローションでバーっと、アルテマのイオンローション 10.5 でバーっとアルカリ上げるだけでも有効なんですけど、今回のネオメトクリームの 10.5 を使うことによって、さらにレブニ酸の補給とかもできるんで、そこもおすすめです。はい、薬剤紹介。ネオメトクリーム 10.5 と7を1対1で、ごめんなさい、パッケージが、今ないんで、まだ出来上がってない。ギリギリ出来上がってないですね。この動画をお届けする頃にはしっかりと、製品版があると思います。のインクライン、ネオメトインクラインを、10%。10.5 と7でインクライン 10% すると、中性の宿毛矯正剤できます。中性ビアルカリですね。ができます。アルカリではほぼゼロだと思ってください。毛先とインナーカラーの部分には、キーストレート部なんで、優しい薬。ネオメトクリーム7ですね。7に対して、インクラインが 5%。結構優しいけど、ちょっと癖戻りがあるんで、少し癖を伸ばすことができる矯正剤っていうのを作ってます。で、メテオのコネクターですね。活性ケラチンを根元の薬剤に1プッシュ入れてます。で、毛先の薬に3プッシュ入れてます。いきましょう。はい。塗りなんですけど、まずインナーを外して全体の根元に、10.5 と7のクリームの矯正剤を塗って、あとはもう残ったところ全部にさっきの7の薬剤っていうのを全部塗っていきます。はい。じゃあ行きましょう。いや、今モデルさんと喋ってたんですけどね。はい。脱毛のダーマペあれがこの動画撮影の前々日ぐらいに公開されて。あ、なるほど。そうそうそう。はい。笑いました。いや、あれ。大反響です。おいサロンズ、7丁目のノット、ラスト撮影だったんですよ。で、次からここの撮影なんですけど、ラストの締めくくるのが、なんか見事に事故動画みたいになっちゃって。誰も事故ってないですよ。俺だけ事故ってる。別にいいんじゃないですか。事故動画なんて多分誰もみんなだってありがとうございましたって言ってたじゃないですか。笑いを提供して。やめろ。よかったと思います。よかったと思います。あれね、なんか恥ずかしいですね。なんで赤をミニスカートみたいにしたみたいな。でも編集したのはご自分じゃないですか。いや、じゃあ編集しようとしてカットしようとしたらお前が断るごとに言うからカットできなくなる。いやでもよかったと思います。よかった書いてて。腹が痛いっていうコメントありがとうございます。腹が笑いすぎて。お茶を吹き出しましたとか。書いてました。よかったですね。いや、まあね、でも前はね、なんか美容師さん向け超専門的チャンネルだったはずなんですけど、なんか一般の人も見てくれるようになって。なんか自分が見るようになったきっかけがやっぱり白髪が増えてきて、ごまかすじゃないけど、どういう風に今後していったらいいのかみたいなのをなんか探してたらおすすめで多分出てきて、それから多分見始めたんだと思うんですけど、はい、まさかこんな機会が来るとは。ね、ありがとうございます。はい、今日は楽しく、はい、サクッと。本当に3時間ぐらいですかね。本当はカウンセリングでそのまま行っちゃってもいいんですけど、プレシャンすることによってちょっと時間はかかるけど、逆にアイロンの時間とかが短くなるんで、まあ結構おすすめかなと。いつもあれですか、同時施術はダメだよみたいな。一時期やってたこともあるんですけど、痛みがダメージが気になる、多いのかなっていうのがあって、なるべく別でやった方がいいよってそうですね、はい、言われるので、完璧な感じで言うと僕も本当にダメージが溜まってる人は別でやります、ただある程度耐えられる体力があるんだったら同時にやっちゃった方がぶっちゃけお客さんもサロンも楽じゃないですか。2回来るってことですからね。そうですね。しかもなんかすごい綺麗になったのに白髪が残ってるってなんかちょっと悩みません？そうそう、すごい辛いです。そうなんですよね。だからね、ここはね、同時施術をお勧めしちゃってますね、基本的には。本当ありがたいなと思って。ショボンヌですね。一緒にできないとショボンヌですねって。あ、そうっすか。ショボンヌ。私の日本語ってその辺ですか？最近いろんな人に突っ込まれるんですけど。いや、この間撮影行って、みんな仲良しのレイミックスさんっていう撮影があるんですけど、素材撮影。モデルさんをずっと一日ハウススタジオでこもって撮影するっていうのがあるんですけど、そこでなんか、大体撮影すると、僕らPC の画面見てて、かわいいかわいいって言うじゃないですか。途中で、かわいい、栄冠ってこう言って、もうディレクターも僕も、カメラも、栄冠栄冠が入る。いや、私学生の時すごい言ってたんですけどね、栄冠とか。なんかでも G 抜いただけっていう話。あれと一緒。アルプラザ。一緒。いや、言わないですよね、だって。ね、本当ですか。まあちょっと世代が。ゴッツ A 漢字だよね。多分。ゴッツ A 漢字の A 漢字の A 漢。A 漢字。何？なんか間違ってる。イントネーションがちょっと。ゴッツ A 漢字。ゴッツ A 漢字でしょ。でもゴッツ A 漢字。下がらないんです。A 漢字って下がるんです。
おっつええ感じ。はいなるほど。日本語講座です。うるさい。関西弁講座だ。お住まい、ご出身は関東ですか？ご出身が一緒と思われます。江戸川。マジっすか？なんですかその急に親近感湧いたみたいいや、な。ワク。小岩ですか？あ、はい。おお。いや、なんか。ガチでい本当や、そうなんです。はい。あ、でもしかしたらお知り合いの可能性もあるじゃないですか。何小岩？いや何小岩ですか？何恋は？それ言っていいのかな。あ、南です。南か。はい。僕西です。あ、なるほど。はい。これは北、東、西、南、上っていうのが。髪？上中下ありますね。あ、中もあります。なんか下ありますね、確かに。学校とかはい、学校は。住所がないかな。住所は多分ないか下な。小岩はないかな。そうそうですよ。そう。そんないきなりちょっと距離縮めちゃって。縮まる前にちょっと一回薬の説明。はい。距離が縮まる前に。ハイライト部分外して、根元全体に7と 10.5 1対1を塗りました。あとはもうこう残ったのを全部 7.0 クリームに対してインクラインを 10% 入れたやつを塗っていきます。すごいじゃないですか。じゃあポポで育ちましたね。そうですね。はい。昔からですか？ずっと。あ、もうはい。じゃあナコスがあったこと。もちろんです。地元と。やだ。ポポっていうのは駅ビルで、昔はポポだったんだけど、今はシャポっていう。乗っ取られました。乗っ取られたんですよね。いや、本来ポポが1位だった。いや、わかんないけど。ポポが。ポポは、何ですか？ POPO。そこじゃないよ。そんなこと聞いてねえし。POPO。なんかショッピングセンターみたいな感じですか？あ、まあ、いや駅ビルイオンです。みたいな感じですか？いや、なんなら、駅ビルです。そう。ルミネとかと。いや、ルミネ。ちょっと言い過ぎましたね。ちょっと言い過ぎましたね。まあ、要は駅ビルですよね。駅ビルで、小岩市川元八幡って総武線の駅が並んでんだけど、小岩だけ東京なの。市川元八幡っていうのは千葉なんだけど、そこの駅ビルがシャポー。で、なぜかいつの間にか小岩のポポプライドがあったのに、なぜかシャポーに乗っ取られる。悲しいですね。泣きました。泣けましたね、あれ。東京のポ印だったのに。わかる。シャポ、なんかキャラクターがいたじゃないですか。わかんない。知らない？ポポちゃんとシャポちゃんっていうのがいるんですよ。わかんない。いたっけ？ググってく。ググっときます。みんなシャポになっちゃったら、ポポちゃんの行方はと思って。ポポちゃんどこ見て？でもなんか結構僕全然もう小岩行ってないんですけど、カルディとかなくなったって聞いてます。カルディ？あ、でも私も実家なので。ポポにはあんまり行かない。ポポというかシャポには行かないです。シャカルディ小岩にあったの知ってます？ちょっとわかんないです。あ、マジですか？ポポの中にあったんですよ。なんかスタバができたっていうのあ、そう、スタバができたってるんですけど。小岩のくせに。小岩のくせに。スタバができた。小岩っつったらコーヒー缶だろうっていう話ですよ。コーヒーフラワーロード。北口にもあるんですよ、実は。ああ、なるほど。私も地元トークしたい。地元トーク。富士の人来ないかな。富士の人確かに来ませんね。確かに。富士の知識なんか全くない。修学旅行で京都に行ったぐらいしか。富士には行かなくないですか？うん。京都に富士には行かないですよね。結構違いますよ。おい。でもあれでしょ？東京に修学旅行行くっつって八王子に行くようなもんでしょ？そのなんかそんな私八王子行って、なんか東京に来てからなんか皆さんがそのちょっと田舎の方っていうのを知ったんですよね。お前ひどいこと言うね。自分が今言ったんですか？八王子の人は怒られんぞ。いや、中津さんが悪いよ今のは。地方にいると八王子ってなんか結構テレビとかでも名前出てくるじゃないですか。八王子って。だから都会だと思ってたらなんか長津さんが全然違うよって長津さんが。おい今日出て。あ、そうなんだ。いや、八王子は多分自分たちでも都会だとは思ってないけど大丈夫。あ、そうなんですか。そうですよね。ちょっとそれノーコメントです。巻き込み事故。ずるい。危ない。小岩のくせにって言われちゃいます。いつも千葉だって言われて育ってきた。いや、小岩市川間って結構距離ありますからね。ありますよ。だって川挟んでます。そうなんですよ。川挟んで。そうなん。総武線で一番長い区間じゃないですか。新小岩小岩の方が長いです。そうなのか。昔新小岩小岩間に駅できるって言ってたの知ってます？知らないです。上敷って駅ができるっていう、上敷あるじゃないですか。はいはい。ができるっていう話で国鉄が JR に変わって仕切りになったって噂を聞きました。なるほど。だからあそこに駅作るっぽい感じの更地がいっぱいあったんですよ。どこにですか？上敷です。新中川越えてもうすっごい地元トーク。新小岩川ってこと？そう。そういや、いらないです。いらないんだ。いらないです。間違いない。大丈夫そう。でもそこにできると確かにいいんですよ。環七になるから。ああ、なるほど。そうするとバスとかのあれがめっちゃ良くなるっていう話だったんですけど。なるほど。でも僕はもうすごい子供の頃のような、だって JR が国鉄が JR っていう話ですからね。いや本当かどうかわかんないです。うちの母親やってたんで。ママが言ってました。よし、じゃあこれで時間を置きましょう。はい。こんな感じで根元塗って毛先とあとインナー部分塗っただけです。もうすごい簡単です。今日はもうサ
クッとやって、あとはアイロンで綺麗にする感じですね。はい。じゃあ15分置きます。リアルカリなんで15分。ちょっとアルカリと違ってそんなに時間早くはいかないんですけど、じっくりコトコトやるようなタイプですね。15分お願いします。いいです。で、流しで、ヘマチンして、バブリングですね。軽く泡立てして、で、ドロップチェンジリンスまでお願いします。はい、15分経過です。こんな感じです。若干の軟化はします。根元の方が中性、7から 7.5 ぐらいだと思うんですけど、なんで若干の軟化するんですけど、アルカリ矯正みたいにぐにゃぐにゃにはなれないです。で、毛先と根元。こちらも、pH 自体は6から 6.5 ぐらいですね。弱酸性。まあ、紙の東電点よりは少しアルカリに寄ってるんで、若干の軟化しますけど、もちろん、ブリーチ部分も大変なことにはもちろんならないです。はい。じゃあ15分経ったんで、インフォームですね。インフォームで浸透促進と結合強化をバーッとするのと、まあ水分足してあげるのも一番の目的ですね。しっかり泡だらけにしてあげて、で、コーミング。で、即流しでいいかなと思います。はい。じゃあしっかりとコーミングしたら流しです。お願いします。はい、流し終わりました。じゃあ、っていうことで、中間処理をしていきたいかなと思います。はい。メテオのコネクタ5倍希釈ですね。パッセイケラチンとファイバーハンスで、リアとリコシ、ロードっていうのを作っていきます。しっかりいきます。何回も動画で言ってるんですけど、中間処理をしっかりやってください。中間処理は、そのままドライして、で、さらにアイロンまでするんで、しっかりと定着します。なんか小さいパイ上げとか、そういうのを防止する効果があるんで、で、さらにね、ずっと持続性のある質感っていうのを作るんで、おすすめです。これアクアですね。アルテマアクア。ケラチン以外の、栄養素が全て入ってます。ドロップはもうチェンジリンスでついてるんで、このままリンクのオイルつけてドライしてアイロンします。はい、リンクのオイルですね。シクロペンタシロキ酸が入ることによってアイロンワークが少し楽になります。特にこのブリーチ部分とかには、表面とかにはしっかりつけてください。で、乾かしたら、まず宿毛矯正は普通のブローと違って、毛先から乾かす。根元の水分が残っている状態、毛先がしっかりブローされた状態っていうのが一番アイロンが効くんで、まず毛先から乾かして、根元半乾きぐらいにします。で、インナーカラーの部分、このブリーチ部分に関しては、しっかりブローします。ノンテンションブローして、すべて水分を飛ばした状態で、後でアイロンしていくといいかなと思います。行きましょう。はい、ドライ途中なんですけど、ここでノットのミストを最初につけるの忘れたんで、レブリン酸補給ですね。もう一回しっかりつけて、で、ドライにします。じゃあ続けます。はい、そんな感じで、ドライとブローが終わりました。まだこういう小さいうねりがあったりとか、あとは内側ですね。内側、こういううねり。でももう薬剤だけで結構取れてるんですよ。で、乾かしてこれぐらいなんで、これをアイロンの力で伸ばしていきます。アイロン温度はラディアントの190度で、インナー部分だけ、ここですね。ここだけは、ラディアントの160度でいきます。あとはもう普通にツインブラシでしっかりとやっていく感じですね。ちょっとワンパネルいきましょう。で、ここら辺の細かいところっていうのは、アイロン変えます。アドストのミニですね。スリムで、180度でいきます。まずはこういうところ。もみあげもしっかりブローしてます。なんでかっていうと、もみあげ襟足っていうのはちょっとちりつきやすいところなんで。で、190度で。で、還元がしっかり効いてるんで、アイロンはスパスパ伸びるはずです。こんな感じ。よし。で、毛先まで還元剤は一応入ってるんで、スルー。ここで手触りがバッチリですね。こうして、もうワンパネル。しっかりと中間処理も効いてるんで、ダメージっていうのをどんどんないことにしていってくれます。こうしてゆっくり。で、中間から毛先はこんな感じ。そうすると、このツヤ感が出せれば完璧です。はい、行きましょう。良さそうじゃないですか。はい。はい。もう見てるだけで、おーってなりますね。なります。はい。させません。もう家帰ってからもずっといい感じです。楽しみです。はい。よし。いい感じじゃないですか。色どんな感じがいいとかは特にないですか？暗くならない方がいいかな。明るい方がいいですよね。ただね、矯正の保護時施術の時って明るくするパワーがちょっと弱まっちゃうんですよ。だから気持ち落ち着いちゃう。そうですよね。なんで、ただ、暗って感じにはしないです。明るめでしっかりといこうかなと思います。よいしょ。大変身します。します。しますとか言って。こう毛先の具合とかもかなり良くなると思うんで。なんか内側にそのインナーっていうかもうブリーチ入れちゃってるので、なんかこう自分で手でやろうとするとやっぱり引っかかったりとか。インナーカラーの良くないところっていうか、デメリットはそうなんですよね。指通りが悪くなる。そうですね。それでなんかやっぱ抜いちゃう。抜いちゃう。抜いちゃう。ちぎっちゃう。大丈夫です。ここもでも、ネオメテオのクリーム、メテオストレートですね。の弱いやつをちょっと入れてるんで、多分柔らかくなると思います。ここまで綺麗にはいかないかなと思うんですけど、だいぶこれに近い感じで触ってみます。
もうでもなんか見てやっぱちょっと違いますね。そうなんですね、すでに。こうなったら最高ですね。バッチリだと思いますよ。カラー剤作ってくるんでちょっとアイロンしてもらいますね。このままいっていきます。はい、アイロン終わりました。ってことで、カラー酸化いきます。カラー酸化。はい、薬剤紹介いきましょう。根元から明るめ白髪染めいきます。12シルバー、2GB、グリーン、4対1対10%です。で、毛先さらに明るくいきたいんで、明るくするための補色、イエローを入れます。12シルバー、ディープブルー、イエロー、3対1対10%。で、3%。根元6%、毛先3%です。処理剤、いつもですね、根元と毛先、両方、インフォームとメテオのコネクタ入ってます。で、根元メテオですね、グリオキシル酸、レブリン酸、グリ誘導体が髪をツヤツヤにします。根元総量の 10%、毛先総量の 30% 入ってて、で、さらに毛先にはメテオのマテリアル、濃縮版のグリとレブリン、グリ誘導体っていうのを2滴ですね。1g いかないぐらい入ってます。はい、じゃあ行きましょう。明日セミナーなんです。明日は大宮ですね。なるほど。明日ようやく、多分もう時系列がバラバラになっちゃうんですけど、ネオメテオシリーズと、あとメテオマテリアル、メテオコネクタの発表。埼玉の人が一番最初ってことですか？そう。そこに来た人が。そう。いや、マジでいいんで、今日体感してってください。はい。楽しみです。メテオいいなって思いながら見てて。本当。近くにあるのかちょっとどうやって調べたらいいのかわかんない。メテオ取扱サロンっていうのが、僕の YouTube の概要欄にURL が載ってて、そっちはもう相当のサロンさん多いと思います。で、今、それこそ1000件に近くなってるんで。そうなんです。はい。すごい。導入してるだけでそこに掲載してないサロンもいるんですね。ご新規様はちょっとって感じのサロンさんもあるし、マンツーマンでやってるからとか。なんかそういうサロンさん以外で、うちメテオめっちゃ上手ですよってやってるサロンさんが載ってます。なるほど。モデルさんと共通点が多くて。なんだっけ、カメラ回ってないところで喋った。喋ってしまいました。すいません。ちょっとテンション上がっちゃいました。何共通点があった？多分好きなアーティストが歩んできた道が一緒っていう。教えてよ。ビジュアル系からの今 K-POP っていう。ビジュアル系からの K-POP。そうですね。私が好きなビジュアル系バンドを知ってる人ってビジュアル系好きじゃないと分かんないじゃないですか。ディール・アングレイだろ。違います。これ長田さんじゃないですか。ディール・アングレイ好き。それも通りました。ディール・アングレイかっこよくなかったですか？かっこいいですね。いや、もうベタにラルクとかグレイとかもちろん通ってるんだけど。あ、通ってですね。通ってるんですね。通ってます、通ってます。いや、ハイドってだってかっこよくないですか？まあかっこいいですね。ハイドはまあかっこいいです。そんなレベル？いや好みとかほら。あ、なるほどね。だから私の好きなバグラグっていうグループを知ってる人に初めて出会ったなっていう。バグラグの誰が好きなの？悩ましいですね。あ、そんな？私でも結構ユウさんが。ああ、なるほど。全然ついていけない。ビジュアル系。ビジュアル系。最近はね、ちょっとあんまり最近見なく今 K-POP なんで我々。そうなんです。なるほどね。ビジュアル系のライブ行けばいいでしょ。もう今ついていけない。多分ついていけないと思うな。なんか若手の子たちはちょっとさすがに。なるほどね。いけない。多分ついていけないから。ゴールデンボンバー行けばいいでしょ。楽しそうっすよね。ビジュアル系かな。言われるとちょっと不思議なんですけど。フェスだといろんなアーティストいるじゃないですか。ゴールデンボンバーが出てるフェスに行ったことあるんですよ。ジャパンジャムビーチってやつかな。めちゃめちゃ面白くて、すっごい盛り上がったんですよね。盛り上がるとかにはいいですよね。ゴールデンボンバーって。絶対知ってるじゃん。知ってます。ここ。あれやるでしょ。やります。全員の会場の一体感、マジで今までの人生で初めてぐらいの一体感でしょ。楽しそうですよね、でも。めっちゃ面白かった。K-POP は今誰なんですか？スキズと。モデルさんはスキズが好きらしくて、私はケプラーとルセラと最近スキズにちょっとハマりだして、でも一番元をたどると21から始まってるんですけど、そっからブラックピンク知らなかったんですよ、長津さん。あら、世界を股にかける。いやいや、かかってないですから。分かってますよ。なんかお客さんで K-POP 好きなお客様がいて、そのブラックピンクのライブに昨日か一昨日のライブに当たったらしくて、東京ドーム、ロゼにしたいっていうお客さんが来たんですよ。で、私は写真を見て、ロゼですねみたいな、ちょっとでも大変ですよって言ったんですけど、長さんロゼを知らなくて。ハイトーンですね。ロゼ知らないんですよ。やばいですよ。世界を股にかけて。ブラックピンクという単語は知ってるよ、もちろん。メンバーは私ジェニーが好きなんです。いや、メンバーはとか分かるわけない。何人いるかも分かんない。4人です。少ないね、思ったより。4人です、4人。みんななんかアンバサダーとかすごいですよね。すごいですよ。ブランドのってことですね。歩く人間シャネルとか、ディオールに愛された女とか、セリーヌ、サンローランとかですよね。
チェックしておきますね。絶対しないな。じゃあ明日埼玉セミナーに行くまでの渦中でずっと流しときますね、ブラックピンク。いや、俺ちょっとオンラインセミナー受けようと思ってるから。黙ってて、車の中で。黙って寝ててってこと。そう、寝てて。何を見るんですか。いや、なんかいろんな美容師さん。ブラックピンク。いいじゃん、別に。寝てて。それから一緒に勉強しよう。それは大丈夫です。車の中とかだからもう岩崎とか結構根に入るからすぐ、だからもう普通に美容師さんのオンラインセミナーとか受けてますよ、普通。運転しましょうかって言うんですよ、一応。死にたくない。東京で運転一回もしたことないっつって、なんなら京都だってほとんど運転したことない。でもゴールド免許ですよ。運転したことねえからだ。うまいという名のゴールドではないから。何言ってる。だからしてないゴールド。してないゴールド。ペーパーゴールド。だから私が運転すれば長瀬さんはパソコンだっていじれるし、ちょっとお仕事だってできるし、オンラインセミナーだって別にちゃんと受けれる。うるさいわ。死にたくない、死にたくない。死にたくないよ。なんでそれがきっと。もう私が絶対車乗っても乗せてやんないからな。いや、全然大丈夫です。なんならタクシー行きます。信用してないの。信用はしてないよ。全然してないよ。すごい即答でした。ひどくないですか。だって運転したことないでしょ。ありますよ。東京ではないでしょ。東京はない。だって京都だってなぞえる程度でしょ。いやちゃんとありますよ。ママとかパパとかお姉とか乗せてましたよ。って言ってました。10回ぐらいでしょ。違う。全然ありますよ。でも高速とかちょっと嫌です。乗らないです。高速の方が簡単じゃないですか。一般道の方が大変な気が。なんか合流とか。合流とか乗りたくないです。普通の一般道はまあいいんですけど。なるほど。乗せてあげますね。自分で運転します。なんで？うるさい。おかしいな。おかしいな。おかしくない、おかしくない。なんで息合ってんの？長田さんのためを思って。運転得意なんで。してくれて時間をかけます。はい。メテオが入ってるんで通常温めるんですけど、宿毛矯正は2液で固定する場合はまっすぐの状態キープしないとあんまり温めなくていいと思って、このままいきます。はい。じゃあ時間を置いて流します。はい。はい。で、15分置いて流しですね。流し、しっかり乳化。アルテマリトーノは乳化をすることによって残留アルカリが有利してきます。で、乳化したらヘマチンとジャックッチ、そのままインフォーム入りのノットシャンプーで、その後、メテオコネクター原液、ケラフェクトのアシッドリンク原液、で、アリビのコアミ、お願いします。こそこそ押しなんでそんな回ってる時じゃダメなの。じゃあアクアつけて少しコーミングしたら流します。で流しの手順はさっき言った感じですね。はい、行きましょう。はい、お疲れ様でした。失礼します。ノットのミスト、レブリン酸とリピジュアセラミド補給ですね。行きましょう。じゃあそんな感じで今日はレイヤースタイル。はい。レイヤーはそんなにいつも入れない。そうですね。段とか入れちゃうと結構その伸びてきた時に膨らむかなっていうのが気になって、イメージ変えたいしチャレンジもしてみたいなっていうのはあって。全然膨らまないですよ。大丈夫です。はい、お願いします。はい、じゃあカット解説いきましょう。今日はもうそうですね。顔周りのレイヤーメインなんで、後ろワンレングス、前上がりワンレングス、そして顔周りレイヤーでいきたいかなと思います。この中のインナーカラーを生かすのと、今日の宿毛矯正の質感っていうのを最大限に生かすためにそんな感じでいきましょう。じゃあグッと下向いてください。はい。じゃあ向いてもらって、こうやってしっかりコーミング。特に三つ襟ですね。ちょっとごめんなさい。ここ。三つ襟の毛をしっかり下までコーミングします。これが出てくると後で跳ねる原因になったり、まあ、いかんせんあとアウトラインが整ってないのかっこ悪いんで、それでいきましょう。はい。じゃあ少し切ります。毛先をちょっと。で、前上がりにするために、溝落ちの位置で切るんで、毎回小刻みにカットチェアを動かしていく。小刻みに動かしていく。で、しっかりと最後、上げる。前にこう上がる感じですね。こういう感じ。こう、綺麗に上がっていきます。はい。で、こうして、こんな感じで。はい。そしたら、上の毛を落とします。落として、もう一回、綺麗にコーミング。ちょっと長入ってたんですね。ここに切るところがないんで、まあ、飛び出たところだけを切っていけばいいかなと思います。こうして、何度も言います。小刻みに前に行く。そうすると、切るところが増えてきます。よし。OK。そしたら真正面向いてください。はい。そしたら、真正面向いてもらったらセンターで分けて、
で、まず自然に落ちる位置でコーミングした時に三つ襟のところスタート。三つ襟のところスタートで前上がり切ります。こうして前上がり。なんで前は切るところがちょっと増えそうですね。少し前上がり。こんな感じ。そうすると、こう後ろから全部が綺麗に前に上がっていくスタイルになります。こうですね。ちょっと飛び出たところを落とします。左右対称ですね。前上がり。で、ビシッと。はい、これで左右が揃ってるのを確認したら、そしたら三つ襟、ここです。こういうちょっと下まで生えてるモデルさんとかお客様は、ちゃんと下の毛をすくってあげて、で、ここで C シェイプ。こんぐらい出てきますね。これ落としちゃいます。で、同じく三つ襟、さらに取ってあげて、こういうところを落とす。で、耳の後ろ、耳の裏もイングラが入るように C シェイプ。そしたら前、もみあげのところも前に引っ張って、この角を C シェイプ。はい。この一手間っていうのは本当に大事になってくるんで、しっかりと忘れないようにやりましょう。このワンレングスのカットってすごい簡単なんだけども、こういう細かいことが伸びた時とかに全然変わってきたりするんで、持ちのいいカットっていうのは、こういう細かい作業ができるカットですね。はい、前ですね。前に向かっての C シェイプ。このカット。はい。そしたら完成です。顔周りを今度はやりていきます。フェイスラインに沿って、こうですね。フェイスラインに沿って、スライス取ったら前に。で、ここのポイント。フェイスラインに沿ったスライスのスタートからもみあげを結んだ距離を、こう、レイヤーを入れていくスタート地点にします。こうですね。こう、前髪も含めて。で、これを、スライスを足していく。で、同じ位置で切る。同じ位置で切っていきます。で、同じく。もう後ろの方は切るところが減ると思うんで、もう全部センターのパートまで全部後ろから持ってきて、で、ここを切る。はい。そしたら、顔周りのレイヤーが完成です。はい。左右対称でいきましょう。フェイスラインと同様のスライスを取っていく。ここで左右も揃います。逆側のスライスも取ってあげて、出てきた角を落としてあげると左右が揃います。はい、前に引っ張る。前に綺麗にコーミングしてあげて、こうです。そう、すごい簡単なんだけど、要所要所を押さえてあげないとまとまりが悪くなるんで、要所要所を押さえたレイヤーカットってやってください。よし。さあ、そしたら、今出来上がりました。トップ、角が出てると思うんで、角を取って、あとはドライカットですね。トップは真上に引き上げて、ここですね。角が出てくるんで、これをチョップカット。はい。さあ、リンクのオイルつけて乾かします。オイルは中間から毛先につけて、で、余ったやつを表面、あとはこのフェイスラインで、もみあげ、で、襟足につけて乾かします。はい。乾かし終わりました。染まりました。伸びました。はい。はい。で、多分なんですけど、前回までの宿毛矯正ってなんかちょっと弱くないですか？多分気づいてないぐらいだと思うんですけど、癖伸びます。こっちの方もなんか結構ザラザラしてたんですよね。要はストレートしたんだけど、ちょっと癖戻りがあったんで、こっちも若干弱めのやつをつけてるんで、今乾かしただけじゃないですか。アイロンしない。アイロンしないでも多少なりともまとまる。さっき、宿毛矯正するけど、してもアイロンはするっておっしゃってたんですけど、そうそう、それがほぼいらなくなる。まあもちろん艶を出すためにちょっとあってもいいかなと思うんですけど、ブローだけでこの手触りまで来れれば結構いいと思うんですよね。ほほほほほすごい。いや、これですか。なるほど。そう、ね、アイロンしたらツヤが出るのはもちろん当たり前なんですけど、今ちょっとこういう切れ毛とかは少しもっと落ち着いてくるんですけど、まあ、これぐらいかなのツヤ感が出て、さらにアイロンでさらに反射するツヤを出すっていう。ハイライト入っててここまでの手触りが出ればかなりおすすめです。
ほほほ。三輪さん。好きですよ。好きだよ。この間なんかでも YouTube のコメント欄に岩崎さん三輪さんっぽくなってきてるって書いてあって。わかんない。アンチですか？アンチじゃないと思う。なんでそれお前三輪さんに対するアンチじゃん。はい。はい。三輪さんっぽいって言われても嬉しい女性って多分そんないないと思いますよ。お前全国の iPhone の待ち受けになってる率1位だと思う。アイコンとか。白蛇の方が多いんじゃないですか。白蛇の方が多い。ちょっと待って、話が。とりあえずブラントのところを落としてます。で毛先の先にやっぱブリーチしてあるところらへんはもうちょっと綺麗になると思うんで、これメテオのアイロンをするとつるんといくと思います。よし。結構顔周りのこのレイヤーもなんかあれじゃないですか、そんなに違和感なくできません。これです。そう、実はいいです。いい感じです。はい。である程度このインナーの部分のダメージがもっと落ち着くと思うんですけど、落ち着いてきたらさらに後ろの方ももっともっとレイヤー入れられるんで、まあ、宿毛矯正をちょっとねこういう優しいけどしっかり伸びるやつにしてあげるといいですね。一番最初に言ってた襟足のところ、はい、指通りも全然違うはずなんですよ。なるほどなるほど。ああ、なるほど。おほほじゃなかった。期待して。すいません、ちょっと。全然大丈夫大丈夫。でちょっと量が多いですよね。はいはい。ということで軽くします。でいい感じなんですけど結構しっかり量があるんで、いきます。はい、ドライカット用シザーですね。で、スライドカット。オッシドスライドカット。もうさっと。セニングで傷ましてもしょうがないんで、このスライドカットでいきます。ちなみに、これ色映ってるかないけそうかな。はい、これが12シルバーとブルー、あとイエローを混ぜた、まあ、ブルーベージュみたいな、綺麗な色になってます。割と初めてかも。ブルーベージュ。なんかあんまりこう寒色系っていうのをチャレンジしたことがあんまりなくて、ピンク系っておっしゃってましたよね。そうですね。なんかそっちばっかり寄っちゃってて、今日はねどうしても無彩色系に寄せたくて、その方が多分お肌も白いからより際立ってくるんじゃないかなと思ってて。なるほど。はい。であとはツヤがすごい柔らかくなります。楽しみます。楽しんでください。はい。で他のところと毛先の色とインナーカラーの色のカラー剤は全く一緒にしてあるんで馴染みがすごくいいと思います。今日は大幅チェンジではないけど手触りとかね、がっつり変わって自分で洗って乾かした時の楽さがやばいと思います。森野君といつもこうやって見ちゃうんですよね。よく言われます僕も。なんか、美容師でもないんですけど。美容師いやそうなんですよね。だからなんかもたもたしてる美容師さんだとちょっと不安になりません？もたもた、まあそうですね。同じ毛束ずっとこうやって切らないのかいっていういましたよ。僕も昔先輩まだアシスタントだった頃って先輩のカット後ろから見てるじゃないですか。でなんかどうやって切るのがいいかなと思ってなんかこうやってコーミングってそこはじゃあセームレイヤーなんだなと思いつつこうやってピッてでそしたらそういう人ってもうちゃんと裏も表もコーミングしてこうしてでさらにこう角度も変えてこうやって。OK みたいな。俺アシスタントこうやって後ろに見ながら切らないのかいって思いつつそういう楽しみ方もありつつ、性格の問題ですね。僕もうそれ切らないのが分かってたらコーミングすらできないです静電気起きちゃうまあでも流派ですよねああいうの、でせっかくレイヤー入ったんで今日はちょっとワンカール巻いてみましょう。メテオのトリートメントをストレートアイロンでツヤも出るんですけどもはや宿毛矯正でがっつりツヤも出てるんでちょっと似合う感じで巻きたいなと思います。でさっき言った前髪いきましょう。多分ですけどここで切るとすごい似合うと思うんで任せてください。ここで切る場所決めたらセニングで落とします。前に引き出してで上に引き出してレイヤーを入れる。そしたら流す方向と逆に引っ張ってセニングで少し整える。こうですね。わかります？そう。マイナーチェンジなんだけどお顔の形でここら辺が隠れるとかっこいいんですね。そう。なるほど。
横から見るとこいつがここの顎ラインっていうのも隠してくれるから。それ大事です。大事。でやっぱりまだまだ量が多いんで、耳の後ろだけルーツセニックですね。ここはよくやるやつですね。耳の後ろ。これはもうショートだろうがロングだろうが根元から取っちゃっていいです。すごいくせ毛の人は取らないでください。広がるんで。すごいくせ毛高毛多毛の人は取らないけど、それ以外の人は全員取っちゃっていいです。まして宿毛矯正がガッと効いてるんで、これを取ったからって広がることはないです。よし、OK。さあ、じゃあまずレイヤーをかっこよく見せるワンカール。作り方は簡単です。こうやって取ったら中間から滑らせてくる。終わり。これだけです。こうなってるだけで全然かっこよさが違うと思うので、全ての毛をもう慣れるまでは上段と下段でクリップで留めてあげてもいいです。いろんな巻き方はあるんですけど、このワンカールまず覚えて、これからアレンジしてあげたらいいですね。中間からくるり。前髪は後ろに流すように。で、ワンカール作ったらトップですね。くるり。そうしたら、メテオの作用をちょっとさらにブーストしたいんで、アイロン、ここだけちょっとしますね。表面と見えるとこだけですね。こうして、はい。じゃあ、ローディアデンスオイルですね。よし。やっぱレイヤーはワンカール巻いてあげるに限ります。この匂いなんですね。あ、そっか。動画じゃ伝わらない。そうですよね。なんか金木犀っていうよりフローラル。なんかちょっと違うかな。ね、金木犀っていうよりは、ただいい匂いだなっていう感じで。そうですね。はい、上品。上品系なね。なんかいろんなホテルスパのメーカーみたいですね。ああ。はい。ホテルスパ、ぽいぽい。コンラッドとか言ってたかな。なるほど。なんかで、そう。あ、ホテルっぽいですよね。うん。スパっぽい。そうなんです。ちょっと一回研ぎますね。はい。見るわかりますかね、ここら辺の動きと、これですレイヤー。それです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 。で一応1日キープさせるためにはそこですもみあげあたり少しこうひし形をこういう形で作ってあげるんですね。これどうしても宿毛矯正してるからなかなかあれなんで、こういう感じで少し固めてあげる。そうするとピアスとかも見えやすくなるんですよね。なんでここもみあげが少しクッと固まるようにしてあげるとレイヤーもすごいかっこよくなるしちょうどいいかなと思います。あと前髪ですかね。はい、レイヤーなんで後ろ姿という、はい、今前にやっちゃってるんであれですけど、はい、癖と色が、はい、完璧ないい感じになったんじゃないでしょうか。はい。お疲れ様でした。よし、以上です。はい、お疲れ様でした。今日は、宿毛矯正とカラーの同時施術と、顔周りのレイヤーカットですね。っていう、僕の技術の中ではスタンダードな組み合わせっていうのをやらせてもらって、ここですね、このひし形ポイント。このひし形ポイントっていうのを作るには、やっぱり顔周りにさっき入れたフェイスラインに0度で引くレイヤーっていうのが必要になってくるんで、これ結構ね、大人女性に人気というか、やっぱ顔の補正にもなるし、やっぱり華やかになってくるんで、こういうのもおすすめじゃないかなっていうのと、あとは宿毛矯正に関しては、できる限りハイライトのところをチリチリさせない中性付近での宿毛矯正と、あとはブリーチ部分も全然手触りを良くするための弱酸性の宿毛矯正、ネオメテオっていうのを使ってやったのと、あとはいつものですね、リトーノのブルーベージュ、グリーンとブルー、イエローを使うことによって寒色系なんだけどあんまりえぐい色味を出さないっていうのをやりました。ちょっと回ってもらっていいですかね。はい、見てもらうとハイライト部分ですね。こういうところかな。ハイライト部分。はい。もちろん、ツヤツヤの状態で、枝毛にもなってないし、ザラつきもないです。で、一番気になる、はい。ブリーチ部分ですね。はい。ブリーチ部分。これは動画で伝わるかわかんないですけど、手触りもいい。しかも、このツヤ感っていうのが出てる状態ですね。ちょっとザラついてたのを、あえて還元剤を使ってトリートメントすることで綺麗にしました。はい。という感じで以上になります。はい、お疲れ様でした。はい、以上です。はい。緊張しました。はい、緊張しました。でもなんかいい感じすごく。はい、なんかちょっと豪華になりました。豪華。じゃあ準備してもらってすいません。はい。ありがとうございました。なんかこうジュースとかも。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。何それ？拍手。拍手。さあ。カラーつきましたね。いつの間に。はい。じゃあそんな感じでネオメテオ順調です。何？
宿毛矯正多すぎいや募集が本当宿毛矯正の人が多いんです。わかるよ。たまにはハイライトとかしたい？うん、違います。カットカラーでいい。メテオカラー。メテオカラー、カットカラートリートメントぐらいでいい。ボリュームがね、結構大変だから。いいじゃないの、綺麗になってみんな喜ぶから。私の宿毛やってくれないくせに。どこ向いてんだよ。じゃあお疲れ様でした。バイバイ。